おはようございます。すみません。先ほどはちょっとメンバー限定にしてしまってたみたいなので、改めて、おはようございます。ですね、全体公開の動画となります。デッサンのありがとうございました。メンバー限定で、メンバー限定ちゃうわ。デッサンをね、70枚程度集まりまして、その、高評会第1回を昨日流しましたけど、今日また第2回目、そして明日第3回目プレミアム公開になってますけども、よろしくお願いいたします。すみません、本当になんかね、わちゃわちゃしております。この紙の角度がで、今日鉛筆デッサンしようと思います。左の下のモデルさんを描いていこうと思いますけども、初心者向けになるべくこう丁寧にといつも動画作りは思っているんですが、やっぱ丁寧にね、頑張っとるんやけど、やっぱうっちゃんの動画は難しいというね、よく言われますけども許したってください。ちょっとこう鉛筆を削りますね。鉛筆の削り方ね、もういつもやってますけども、鉛筆の芯を長めに、これ 3B です。3B ぐらいかな、長めにちょっと出して、最後立ててやるということです。カッターですね。よかった、見てはる人いますね。よかったら声も大丈夫ですか？聞こえているとは思うんですが、いろいろ大丈夫これねもう喉ガラガラでねもう我が家風邪ひきまくり現象。すみません。赤坂さんも赤坂さんじゃない、岡田さんもおはようございます。みちみちさんもさとこさんも夏人さんもませんさんも久保さんもみーぼうさんもみちみちさんも聞こえてますと、ありがとうございます。ちょっと鉛筆デッサンしていこうと思います。なんかありがとうございました。皆さんのなんかね、ああいうのはね、ほんとね、形はね、うっすらもう転写しときました。あんまりこう変になってしもうたらモデルさんに怒られそうやから、転写しておきました。薄くこうほとんど見えてないと思いますけども、してあります。そしてちょっとこう紙をへこませたりとかしてます。いろいろ使ってみたんですけど、これは千枚通し的なやつ。千枚同士の先端がね、もうなるべくこう丸くなってるぐらいがいいと思うんですけど、こういうのでちょっとこう髪の毛とか、この人金髪やったからですね、金髪って面白いですね。意外と僕はなるかなと思うんですけどね、こうへこまして髪の毛をもう実はやってあります。なんか北海道の情報もありがとうございました。みちみちさんのもだいぶ調べてみたりとかして、その後も、今日もメール来てましてありがとうございました。北海道の情報にしても、あとちょっと今日鬼高評会の本編の方というかね、後で、上げますので、もう動画はできましたので、多分1時2時ぐらいにはもう上がるかなと思いますので、メンバー限定の、もうややこしいですよね。いろいろやりすぎてわけわからないようになってますね。赤坂さん先ほどすみません。ちょっとね参加されて、あれメンバー限定で間違えて設定をしていたんで、一般公開の方にしました。のりおっちゃんさんもおはようこんにちはと参加してください。遠慮なくね、今日もうほんとこっち雨でね、皆さんどうですか？そちらの地方、皆さんの地方は雨とかはどうですか？でちょっとこうライブ配信、メンバー限定のライブ配信でいろいろこう北海道の方行くということを言ったんですけど、今日は見れてないかな。タミコさんお元気ですか？ちょっとコメントでタミコさんのなんかね、旦那様の体調が良くないというコメントいただいて、すごい心配しておりますけどね。よいしょ。もうね95歳やったかな、旦那様ね。東京快晴、なもうちょっとこっちはねチビで遊んでね、東京快晴、佐賀は雨、明日も雨らしい。午前中はもうダラダラしようということで、例えば、家で過ごすにあたってもうチビたちはね元気もりもりアンパンマンなんで、ですね、子供いる家庭は分かりますよね、この恐怖。土日のもうわーわー言うてますね。ちょっとお庭のこうなんか手入れなんかしよう思ったら雨降ったらね、今日も午後やりますけど、ちょっとあれやね、ちょっとあれしていこうか。少し丁寧にいきましょうか。さとこさん、赤坂さん無事と切られましたごめんね、一人だけなんか参加してやるなと思って赤坂さんやったっすねごめんなさいねコメント来た瞬間にあれ全然人集まらんなと思ってですね、ブチと切ったんですけどね。ちょっとこうあれで試してみましょうか。
これね、今日モデルさんしてくれてはる人のちょっと小さくて見えにくいかもしれませんし、ちょっと暗いですけどね、もうちょっとこれ画面明るならんかな。よいしょ、ちょっと待ってね。まあこういると。で、もうちょっとレイヤーをつけてみましたと。で、もうやっぱり大事なことって、まあ、骨格と質感なんだと思うんですけども、骨格と質感で、ビューと。で、やっぱね、こう、ちゃんと骨が、でかいね。ちゃんとこう、骨が、ごめんなさいね、このモデルさんには悪いけど。で、こう、尾骨っていうのがあって、頭蓋骨と呼ばれるものが入っているという意識をちゃんとこう持ってあげやんといかんわけですよね。で、骨がここのとこにこう骨があって、で、これが意外とこう皆さんこうその歯がごめんね。怒られそう。あって、ね、骨があって、っていう状態になっていますよという、ごめん、めっちゃ怒られそう。大丈夫やな。優しい子やからそんな怒らへんと思いますけど、骨があると。で、骨となんか筋肉が、例えばこの辺なんていうのは骨がなくて柔らかいでしょ、ほっぺた。で、こう骨とあれが近いところとか、眉毛の上とかこういうところとか、骨と要は肉が薄いとことか、でこういう意識を持つっていうことがまず大事で、そして、それに光がこう当たってきて、もう一個レイヤーつけてみようかな。よいしょ、もっと薄めとこうか。で、それに光が当たって、頭蓋骨という、ね、骨でしょ。でそれに光がどういう角度からどういう光量で当たっているかみたいな感じを少しこう意識して、こんな風にレイヤーって使えばいいの？もうちゃんよ分からへんけど、光影がどういう風になっているかなっていうことを、意識的に、つけていきながら、ほぼでかいね。このエアブラシツールがね急にでかなるもんね。こう影が落ちてますせとか、影が落ちてますせとかっていうことをつけていく。鼻のところ落ちてますせ、鼻の横の影が落ちてますせとか、唇も上唇落ちてますせ、影がありますせ。でこの白いのが反射光として、洋服が白かったりしたら反射光っていうのが見えてますせっていうのとかで、稜線と呼ばれる線ありますねとか、こういうこうでこの形態が後ろの後頭部までこうつながっていくようなイメージみたいなのを持って、描いていくんですね。でこういう土台をまず作るというのが、ごめんなさい、ぐっちゃぐちゃになりましたけど大事です。でそういう意識で、今日ぜひ見てください。森久美さんもコージェーヌさんもあゆうさんもこんばんは、ゆうさんもこんばんはね、ちえちえさんも、黒沢さんも、けいこ川又さんも、みちみちさん、北海道方再建また消えてしまったみたいです。いや北海道のでもなんか見れた本当なんかね、ごめんなさいね、僕がメンバーシップじゃないので、はい、これ今 2B ですね。ちょっと鉛筆も今日使いながらガンガン言うていきますね。なるべく 3B でまずスタートします。いや北海道の情報、あそこでね、その仕事してドラマのあれに携わったってなかなかやね。また見直したいけどなかなかゆとりもなく、うちの妻にも見たら面白かったよなんて言うたけど、なかなかね、レベルのドラマとかってやっぱネットフリックスでしかでけんちゅうか、外資のねあれやないともう今できへんのかもしらんけど、すごい映像綺麗でね、 NHK さん頑張ってくださいって感じ。 NHK もね、アーカイブでとか見れるようなねシステムにもしっかり僕も受信料払ってるからね、何十年と払い続けてますからね、よかったらアーカイブとかで見れるような、なんか別でお金払わんといかんでしょ NHK さん。だからその辺優しいしてくれたのね。すごいね、ウクキャットさんも今日なんかあれですね、なんか海外組もなかなか何時ぐらいなのね、あっち時間何時なのね。こう iPhone で調べたらニューヨーク、アメリカ iPhone で時間を調べたら出てくるのかな。世界時計、パリ、ニューヨークは22時、いい時間ですね。寝る前ぐらいですかということなんですね。はい、ありがとうございます。急に大きくなるのは感度調整でなんとかなるかもしれない。あれかな。
先ほどのタブレットのもう全然はい、適当でいいです。あんまりこうね、おじさんの頭のキャパはもう完璧にいろいろ超えてますんでで少しこうこの稜線と呼ばれる、稜線ってわかるかな。来た見たいよ。でタッチの方向みたいなのをめっちゃでっか出てますね。最近なんか出ていきちゅったら出ていくからね。うちの妻も声がガラガラですもうみんなガラガラ。大阪 YM さん、大阪に向かう途中の新幹線、大阪行くんですか？いいですね。大阪行くんですか？僕はあそこ行ったことないですよ。何やったっけ、あれ UFJ やったっけ、 UJK、USM、なんか誰かのネタみたいですねかまいたちさんのネタみたいな。本当行ったことないですよね。でもうちのチビは多分あそこ喜ぶでしょうね。スパイダーマンはいるのかな。でもマーベル系のやつ好きやからあそこ喜ぶやろうな思っとるんですけどね。いつか連れて行きたいですけど、まあなんか新幹線とかでいろいろ行ったりなんやったりしたらもう疲れるでしょうね。ぶっ倒れそうになるでしょうね。あと北海道も皆さんね、札幌の方誰かおられたら一人今お声ぜひぜひっていう方いるんですけど、岡友さんというね、岡友岡さんか、もし他にもおられたらメールいただけたらぜひ2人以上ならばぜひ飲みましょう。1人マンツーマン、おじさんマンツーマンは大丈夫なんですけどね、女性の場合ちょっとねあれなんでお友達とプラス何人でとかでもいいですよ。そういう方も結構いましたからね。会ってみたいと、明るいおじさんに会ってみたいという人いたら連絡ください。メールで、札幌富良野はなかなかいそうなんですね。10日はね小樽になりました。小樽もう小樽高ーと思って小樽の宿代高ー思ったんですけど、昨日ちょっと作品が少しね援助いただいたんで、小樽も野宿を避けることができました。小樽もなんとか小樽の宿を取りました。10日は小樽にしました。だからカムイ岬とかに行ってもええのかななんて思いながら、ちょっとみちみちさんの情報と岡友さんの情報が結構かぶってるところあって、やっぱこの辺りベタなんやなっていう感じで、北海道ですね。ボンの羊さんもおはようございます。けいこさんもおはようございますとね。夜10時、ということです。もし質問あったらしてください。よいしょ。でこういうタッチも今ね優しくやりながら鉛筆の腹使いながらやってってますけども、よいしょ、路地で行こうか。よいしょ。ちょっと明るすぎるかな、これは。ちょっと明るすぎるかな。もうちょっと暗くしたりピントを合わせた方が良さそうな感じはするので、ちょっと時間ください。プロパティじゃあ路地のこれのプロパティ画像構成の明るさをもうちょっと暗く、これ明るすぎね、8にしようか。で焦点が焦点は合ってそう。ピントはおっちゃんの指逆向けようが映ってるかな。当てそうやね。よいしょ。ちょっと暗めにしてあります。これね、分かりやすいかもどうか分かりませんが、で少ししつこくね結構やるんですよ。じゃ目なんかももうこちらはもうだいたい1回眼球をこちらの方暗くしておいて、もうしておいて、で鉛筆もねこういう鉛筆の腹でちょっと押さえつけるようにも書いてみたりとかしてます。手とかつくの嫌やったらこういうも写真とかを僕はあれしてやったりもします。写真集は意外といいかなと思います。少し大事なとこっていうのは少し慎重になりながら、よいしょ。
しかしあれはどこ行くんですかね。大谷君は移籍するんですかね。ニューヨーク説がちょっと出てますが、大谷君ってちょっと僕と似ててひねくれてるようなとこあるんちゃうかなと思ってて、ね、お金じゃなく移動しそうですもんね。優勝ができるか否かみたいなところで考えるとドジャースなんちゃうかなという。でもニューヨーク説がやっぱね、お金持ってるメッツとあれがね、ヤンキースがジャッジにねえ、でもトラウト好きやからトラウトと一緒にやりたいというのか。吉田正尚君も頑張ってますね。ボストンのね、何の話やって話ですね。葵さんもおはようございます。ゆうのさんも全然間に合ってますよ。今日は遅いですよ、スタート。遅いというか、ね、今日は特にやる予定もなかったんですけど、我が家は午後どない消化問題が発生してまして、そのストレスがたまるやろから、少しでも仕事をしたような気分になるためにライブ配信というのをやってます。よいしょ。本当質問あったらしてください。なんか話のあれになりますの。野球の話より皆さんいいでしょ。野球の話なんか延々と聞かしてもね、わからんっていう話ですもんね。昨日勝ちましたジャイアンツは。ギリギリやったけど、テレビ放送がなんか終わったような気がして、と思ってもうと思ってとこやったのにと思ったらね、テレビ朝あれ見たニュース見たらうえーって買っててね、すごいですね。あんなこともあるんですね。よいしょ。1時間半ぐらいちょっと見てください。1時間半ぐらいかな。なんとかね、できたらね。よくこう写真っぽさとそうやないみたいなところのことが少しでもできればなっていう、お上手な方めっちゃ多いから、人物画に関してはね、あんまりこうやると恥ずかしいんですけど。よいしょ。シャカ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 。アスムールアムルスールアスムールようわからんけど、ともかさんもおはようございます。ともかさんメールありがとうございました。はいね、札幌、一応先ほどちょっと言っときました。札幌で時間ある方1名はともおかさんということで、はい、もうあと1名か2名いれば、ぜひどこか大衆酒場でよかったらね、夜暇やし、宿言うてもいいですけどね、メールかなんかメンバー限定で宿も言いますんで、はい、どっかで言いますので、メンバーの方には宿も言いますんで、だいたいこう一般的なビジネスホテルですよ。だいたいね、高いところが泊まれませんので、おっさん一人泊まってもしゃあないので、だいたいそういうとこです。こうやってこうある程度陰影をつけて、立体感みたいなのがちょっと見えてきてみたいな感じになって、よいしょ。今日なんかよいしょ。シャッキーンとか言ってますね。連休、日本は連休なんですけどね、なかなかなんか天気がこちらは。東京の方はどうなっていくでしょうかね。ずっと晴れですかね。関西とかもどうですかね。もうめっちゃもうドヨンとしてて、今一応曇りは曇りですけど、明日どうも降るそうですね。もうそれはラッキーです。だから日曜日になっちゃいますけどね、僕そんなダラダラ飲まないのでピャッと帰りますのでね、ダラダラ何時間もね、6時8時とかそんなもんです。6時8時がベースです。9時まで行ったらすごい上機嫌な日っていうことで、そんなもんです。いつもね。よいしょ。めっちゃ元気やな。もし一人だけっていう方はね、なんかお友達とかでもご家族でも何でもいいですよ。はい、ちょっと怖いとか緊張するとかっていうんやったらね、単なる明るいおじさんです。シルバーポイントについてなんですが、デッサンの回の映画にも
自作してこの間デッサンの会の映画にも使ってみたんですが、紙だとほとんどそう紙だと無理ですよ。そう石膏地とか硬い下地じゃないとシルバーポイントって、ほとんど無理やと思いますよ。どっかあるかな、探し出す自信がないけど、ちょっと待ってね。絵の上に置きたないなごめんね、お写真者。よいしょ。ちょっとピントが合ってないと思いますけど、じゃすまん、ピント合ってないと思いますけど、もうなんかいろんな画材あるんですよね。あれないなかったあれなかった。これ消しゴムとかね、硬いこれ確か消しゴムやったと思います。これ消しゴムとかね、いろんなものがあるんですよ。こういう時ね、カメラマンがこれも消しゴムやったと思うんですよ。今全然使ってないななかった。そうあれない、そうですよ。硬いものじゃないと無理ですよ。もうね、どこ行ったかわからん。ごめん、道道さん見当たらんごめん、見当たらん。まあ、シルバーポイントっていうのは銀筆とかね、シルバーですから、銀筆とか言ったりとかするんですけども、要は昔はこう紙とかがなかったから、で鉛のこういう技術とかもなかったから鉄で書いてたんですね。でそれで硬い紙とかに、硬い紙というかとかに書いていたのがシルバーポイント、メタルポイントとも言いますけどもです。で僕ら銀線とか買ってきて、シャーペンのあれに0. 点何本やったら 0. 点何本の銀線を買ってきて、でもこういう柔らかい紙には書けないですよ基本的に書けません。残念。そうでなんかちょっと時間経つと茶色っぽくなったりするんで、面白かったりしますよ。1個ぐらいは先にあるかな。これよいしょ、ほんの少し焼けてね、焼けて、ちょっと茶色っぽく見えたりとかするんですよ。でこれもちょっと拡大をすると、ごめんなさいね、もうこれはもう一人おじさん一人でやってるからね、皆さん許してね、ガチャガチャしてるのはね。でズームジョイ見えます？線とか書いてあるでしょ。ガチャ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 とガチャ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 と書いてあるでしょ。こういうハッチングみたいな、もっちゃんの指の大きさからね、逆向けすみません、比較すると相当細かい線が、でこういう細かい線とかはすごい引けたりします。でこれは普通のまた戻しますね本当になんかね、アシスタントが本番絶対いるんでしょうね。一人でやってますね、いつもね。こういうシナベニアのパネルに、薄くジェッソをずっとジェッソを水で薄めたものを何層も何層も塗ってすごい平滑にしているんで、で本当にこれやったらあんま書きたないけど、鉛筆とかで書いたらめっちゃ濃く出ます。ジェッソ、白いジェッソをただ塗っているという下地でございますね。よいしょ、ちょっと入って、よいしょ。質問がいくつかあるっぽいな。質問ですと。未発表の作品しかダメな公募展って公募に出した後は結果とか待たずに SNS とかで作品発表してもいいですか？公募に出した後は結果とか、未発表の作品しかダメな公募展って公募に出した後は結果とか待たずに、それダメやと思いますよ。未発表のものとりあえず結果待ってから SNS に上げやんと、もう SNS がなんかこれわかんないですけど、今ね、僕50何年前に審査した時にまだ SNS が出だした頃で、これ SNS に上げてたよとかって言うて、なんか審査中になんか議論になって、 SNS は発表なのか否か議論があったんで、
僕どっちでもええと思うんやけど厳密な人はそれ発表やろって言う人いるんで、こう世の中って厳密な人が今正しいので、僕みたいに適当に生きてる人っていうのは正しくないので、厳密に言うと未発表を SNS とか発表せん方がええと思いますよね。僕みたいに適当な人ばっかりやったら世の中ねあれなんですけど、なんで公募展って年齢制限と未発表とか規制がいろいろあるんでしょうね。年齢制限はね、なんかね、もうやっぱ若手を育成したいという体なんですけども、若い人はなかなかこんなアナログなことをやる人少ななってるから結構苦しいはずなんで、僕なんかね年齢制限なしで、あとは未発表って言うと九州である展覧会があって、何かに入選してちょっと手加えたかして、また別の公募展出して入選もして、そして大賞を取ったんですよそれはあかんやろっていうので、さすがに未発表でもなかったし、そういうことできるじゃないですか。もうちょっと変えてもう100号とか書くの大変やから、入選ぐらいやったらもうちょっと解出してちょっと違うの出したろうかなみたいなことかな。で大賞取ってしもたんですよ。賞金200万ぐらいで、それをやっぱインターネットで気づいた人がおって、これあかんやろっていうのでポシャって、対象の賞金もで、その人の多分もうなかなか発表とかも難しくなっていくと思うんで、ちょっとそういうのは若干気をつけて、で年齢制限はやっぱね、なんかね若手を育成したいと言いつつも、そんな若手が世の中には少子化という世の中には日本ではね、問題がございますので、なんかね、質問ですと、鉛筆の濃さの使い分け分かってないです。教えていただければと思います。ですね、書き出しの段階っていうのは、こういうふうに鉛筆の柔らかいので書いていって、2B、3B、4B ぐらいかな。やっぱ消しやすいんですよ、まずね。大前提として、消しやすいと。で、こういう鉛筆の腹でやってもほぼ練り消しでも消えるし、硬い消しゴムでもすごい消えると。で、まず書き出しはそういう風にしていくと。で、もうその動画作ったばっかりやったんですけどね。あれどこやったっけ作ってまだ開けてもないし、めちゃくちゃ長いから字幕を入れるのがめんどくさいんで入れてもないんですけど、よいしょ。1時間ぐらいで書いたものなんですけど、でちょっと例えば、質感としてこれは大体つるっとしてるものなんですけどもちょっと例えばざらつかせて質感として手触りとしてモチーフがざらついてるものっていうのは、例えば玉ねぎさんなんていうのは少し柔らかい B 系 2B とかを多めにとかしてあげるとか、例えばこれもかなり濃いから 6B とかで一生懸命書いていってるんですけど、でこういうものは例えばこすってあげるとかで回り込んでいくとことかっていうのはちょっと硬いめの、要はこれ何度か話したことはあるような記憶もあるけども、 iPad 使おう。今日長なりそうやなもうなんぼでもやったらねこの野郎って感じでね、面白いしょうちゃんね。スクリーンサイズよいしょ、ごめんなさいね。 OK ね。鉛筆の紙のボコボコに対してボコボコに対してで、例えば B 系の鉛筆やったらこんな感じの色が今鉛筆の腹使っている状態ですよね。で、例えばH 系とかのものとかだったらだいたいこのぐらいの色、ちょっとグレーにしましたよ今ね。でもし鉛筆の腹角度的にはねこの30度ぐらいで鉛筆で書いていってでこれだけでもなんか色がH 系と鉛筆の腹でただ書いただけでも違ってきますよね。でこれをまたこす何回か今一生懸命やってるのこんな作業ですよ。こんな作業横から見たやつね。でこの上っ面のやつがポコポコポコとこれからこするんですけど、入ってったらこういうベースの上に黒が乗ってくる
で、要は B 系でザラつかせて書いて、これザラね、ザラ。まあこれはザラやけども、要はこの上に、これが乗ってる状態。で、わけわからんってきたな。この上に、こう乗ってる。で、一番目立つのは絶対これでしょ。白い上にこう、ね、目玉状。で、白い上にグレー。で、グレートーンの上に、なんかグレートーンっていうかこう、の上に黒。で、こういうのによってモチーフのざらつきとかの書き分けとか立体感みたいな光が当たって影があって、もしここが白いもんやったら反射光になって、でこういう稜線とかでこういったところに少しザラを使ってあげたりまあするとか、例えばこういう側面に入っていくようなところこういうのを使ってあげたりとか、これのこういう状態のこうこすったらこうなっているのをここに使ってあげたりとか、そういうふうにこう目立つ目立たないによって使い分けをしてあげるわけですよ。ちょっとティッシュ使いましょうかね。わかるかなわかるかな。まあだからなんか使った印象としてあれこれなんかあんま目立たんぞとか、今こうザラのザラね、ザラでこれこすると、そうするとこの一番初めにちょっとやってますね。また戻ってください。骨格にちゃんと合わせてすり込んであげると。でこっちのタッチが多かったからこういう風にしたんですよ。が中心に、そして軽く、回しながらねでこういうところはまあ一回しっとりさせてあげるためにこうなんかまた今日疲れてきた喋りすぎた疲れてきた。でまあこすらんまま残しておきながらもちょっとだけこう稜線のとこもこすってあげたりとかしてね。まあ、でかなり反射光明るくなってるんで、そういうのはちょっと残しつつでちょっとこういうところはザラにしておいたらグッと前出てきてグッと散るグッと散る。難しいね。200万はすごいと。銀線ってケント紙使っても多分銀線無理やと思います。ケント紙も紙系のほんの少しでもへこむものはちょっと難しいかなと思います。まあ銀線ってネットで調べたら多分出てきますんで、それ買ってみてなんかこう 0.5 やったら 0.5 のシャーペン、0.8 やったら 0.8 のシャーペンってあるんですよ。案外太いのとかもあるんですよ。確かね調べてみたら。でそういうの入れてみられてみてください。で多分紙は無理やと思います。だから硬いもんしか難しいかなと。知らない言葉がたくさん出てるんですが、銀線ってあれかな、シルバーポイントね。内村さん、おはようございます。最近ピンストライプ用のブラシに興味をピンストライプ用のブラシに興味持ち使ったところ簡単に細い線が描く。そうなんですか。ピンストライプっていうのがあるんですか。ちょっとわからないですね。オードリー・ヘップバーンを描いて、という依頼が来たんですが、没後なので著作権はないようですが、著作権フリーの写真を見ながら模写という形であれば問題ない。その人多分ね没後何年とかあるんですよね。確かピカソが今年切れるんちゃうかな。50年なんですよね。だからオードリー・ヘップバーンは多分著作権あると思います。確か肖像権とかあると思います。ただしもうちゃんとその人にあんま発表せんといてねとか言うたらいいんじゃないですかはい、その辺はまあ緩く発表して対価を得てたとかっていうのがわからんかったらええんちゃうかなと思うんですけど、まあその辺をそうと今のところ動画上編集でカットしたいところなんですけどできないんですけど、確か没後50年やったと思います。作品に関してやったかな。ちょっとその辺なんか僕も仕事してた時にすごいいろいろ勉強会とか出たけどもうあんま記憶なくて、もうじゃあやらなかったらええんちゃうんって話になってよいしょ。結構ねわーするんですよね、そういう会議とかね、わーね。そんなんやらなかったらええんちゃうってなってしまうんですけどねまあ、全然仕事受けたらやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、
おそらくそういうのがありました。今日これ紙は、コットマンを使ってます。コットマンというのを使ってます。シルバーポイントとかね、言葉初めて聞くっていう人もいると思うんですけど、要は鉛筆ができる前の技法で、硬いから細かくは書けるけど、指示体自体はやっぱりこう限定的、だということですよね。どこやったかな、学芸大の先生やったかな、どこの先生やったかな、ちょっとど忘れしましたけど、すごくこうスペシャリストの先生がいたりしますよ。女性が浮かび上がってきました。でこういうところもこう稜線とかこう残しながらこうで、細かいところを消すとき、あれするときはこういう殺筆とかを利用されたらいいかなと思います。そうもう受けてもええと思うけど、発表だけそっとしといてねとか言うたらいいんちゃいますか。特に僕はほら動画の上で載せるのはちょっとやっぱり良くないんですよね。でもこう皆さんがそれぞれで何かっていうのはそんなにもうね言わんでも言わやんでもええかなと思うんですけど、どうしてもこう前こうね立場的にはそういうのを結構厳しく言わんといかんかったからダメなんですかって言われたことあって、ダメに決まってるよ女のとか、そういう会話よくあったんですよね。うわ君この写真この絵いいな、この構図とかすごいやんかって言ったら、はいネットの写真で描きましたって堂々と言われたりとかして、ウィーってかなってたんで、それあかんでって言うてもなんでですかというね、そういう空白の時代があったというかね、その世の中が便利になっていってるのにおじさんは全然その便利さを気づかずに生きていたという時代が続いて、その便利さを皆様が履き違えて簡単に絵が描けると思い込んだ時代があったような気がするんですよね。最近めっきりなくなりましたもんね。僕もこうね外に出てねライブ配信とかもしてたらここまでやってんやっていうの分かるでしょ皆さんね。ここまでして一つのものを作ってってんやなっていうのが分かってもらえると、そんな簡単やないでと。写真撮りに行く一つでもね、それはインターネットでピョッと撮った方が楽かもしれんけど、感動はないじゃないですかね。感動はないし、もしその時に行って雨降ったら雨降ったでも、なんかその状況でもしこれを本画にするんやったらどうしようかなとか考えたりとかもしますし、そうせえへんこともありますし、なんかねその辺が2年間ぐらいで3年間ぐらいでちょっとは伝わってきたんちゃうかなといいものを作るのには大変やぞと、そこがアマチュアとプロの差やぞというのがちょっと分かってきてもらえたんちゃうかななんて思いながら、少し殺筆でちょっとね始めるの遅かったからお腹空いてきたな。よいしょ。少しこれでこするというか、僕は書くというような気持ちもなんか合わせ持っているかなと。もうちょっと先端が硬いやつがいいなと思うんですけど、殺筆が見当たらない。よいしょ。たくさん買うんですけどね、いつもどっか消えるんですよ。うちに多分小人が住んどんちゃうかな。すぐどっかになんか消えおるからね、小人が持っていくんでしょうねすぐ消えますよね。デジタルでしか書いたことないんですが、先生の動画見てアナログデビューしたくて、実は一昨日あたり鉛筆を始めようとホームセンターの画材コーナー見てたんですが、鉛筆いっぱいあって H や B だけでなくて F というのもあって、どれ買っていいかわからなく何も買わず買ってしまいましたということなんですけど、F はねHB と H の間やったと思います。ちょっとネットでぜひ間違えてたらいけないので、確かね。で、HB、要は B っていうのはブラック、H はハード、F はフォームでしたっけ？ニューヨークの方教えてください。なんかしっかりしたという意味合いです。で、その HB、2H、H、HB、F、B、2B、3B、4B、6B ぐらいあればいいの書けます。
まあ初めはなんか5、6本かなっていう感じですけど、まあ 2H とか、まあ、3H ぐらい使うかな。要は3ハードとかね、まあ、そんな動画作ってたんですけど1時間ぐらいになってしまって50分ぐらいになってしまったんで、字幕入れるのめんどくさいからほったらかしにしてます。よいしょ。少し達筆で書いてみたりとか、ちょっとこれはね、同じ鉛筆でも、まあ、ステッドラーさんとユニさんと、このステッドラーめっちゃブラックさんとか、なんか何種類かあったりしますんで、まあ、なかなかこうその辺っていうのは、いろいろ、ステッドラーちょっと高いと思います。僕はステッドラーが多いかなと。で、最近ここ何年間前に出たのが、このステッドラー超ブラックみたいな、だから多分この 2B で普通のステッドラーの 4B ぐらいあるんちゃうかなという、なんかようわからないですけど、で、こういう、まあ、2B とかで濃いので、ぐーっと鉛筆の腹とかも使ってみて、こうやって強めにね、筆圧を強めにしてます。で、そういう風に筆圧を強めに鉛筆の腹を使いながらも書いたりもできると。ホームセンター。なんかよく鉛筆のセット、デッサン鉛筆セットとかで Amazon さん、ジャングールさんであるんちゃうかなと。鉛筆デッサン。こういうのね。これいいじゃないですか。こいつに宣伝する気ないですけど、これいいじゃないですか。ちっちゃいってすみません。これ、2000円の画用紙ついて、達筆ついて、これもうこれ買おうかな。僕の住所書いてへんよな。ちょっと慎重にやってますけど、書いてへんよな。これいいかもしれないですよ。これ画面暗いですね。これいいかもしれん。なんか鉛筆がバーっと何本かついて、多分ね、これは鉛筆の何書いて5H から 4H3H2HHB F はないけど HHB2B3B4B5B6B8B いいじゃないですか。でこれなんかねついてて、なんかよくわからんのついてて、なんかわからんのついてるという、多分達筆みたいなのもついてるから、これ僕いいかもしれん。別にこのとこからお金もらってませんけど、2番目ぐらいに出てきたやつ、鉛筆デッサン基本って調べたらこれ出てきました。チャット GPT に聞くのもいいですよ。皆さんね、チャット GPT に聞いてみられてもいいかなと。で少し立てて書いてるというか、今45度ぐらいかな。初めは30度ぐらいの鉛筆の角度やった。でちょっと鉛筆すみません、今日おしゃべりが多すぎて、進みがえらい遅いの分かってます。でいいかな。素人の女の子をモデルに頼んで写真撮り描かせてもらいました。その後プロのモデルさんになられて、すごいね。その場合過去の写真使って絵を描いてもいいで、その場合過去の写真を使って絵を描いてもいいですか、公募展出してもいいですか。それはね、そのモデルさんに聞いてみやんとわからんと思います。もう実はもう私プロやから過去の使わんでっていうかもしらんし、もしその人にちょっと聞けるようならば聞いてみたらいいですけど、ものすごい写実的に書かんで、引用という形でなんか書くというのもありかもしれませんよね。多分それはね、その事務所がめっちゃ厳しくて、ありましたよね昔。なんかもううちの名前は使わさんぞみたいなんで、加瀬大衆と新加瀬大衆問題ってあったでしょ。全然ちゃうか。しっかり硬いかな。ウクキャットさん F はしっかり硬いという。ありがとうございます。今の説明でよかったですか。新加瀬大衆問題ってあったの覚えてますかね。あったんですよ。もう事務所が使わさんぞちょっと名前使わさん、次デビューするのが新加瀬大衆じゃちょっと言うてね、そういう問題ありましたね。かみさんに怒られない。そうですよ、パチンコ行くのやめときなさいってね。2000円ぐらいね、2000円ぐらいでパチンコか飲み会1回ちょっと休むからって言うて、セットでいいと思いますよ。でなんかいっぱい紙があったら、今日も脱線多くてすみません。もうSDSの基本って言ってる以上は。で例えばこれ僕自作で作ったスケッチブックなんですよ。で
でこうね、例えばこういう感じの塗りを一般の人はこんな感じになっちゃいます。それをなるべく頑張ってこういう風にやるとか、こういう風な角度でやるとか、鉛筆の線も普通だったら小指こう立ててこう描くんですけど、こういうの長い線を引くとか、長い線を引くとかね、丸をこうこんなんよくやらされたね、丸ね、こうやって曲がってかね。で鉛筆の線をこう鉛筆をこういう風にしてやるとか、なんか紙をもういっぱいこう無駄にするぐらいの気持ちで、大きな線を引いてみようとか、大きな塗りをしてみようとか、ね、鉛筆紙をこうくるくる回転させたりとかして、こういう風にこう塗りムラをなく塗ってみようとかね、こんなんとかも訓練になるかなと思いますよ。よいしょ。ちびすさんもよろしくお願いします。はあとか言って全然絵が進まん。やばいな。これ何分だった？やばいな、今日はな。何分だった？ごめんなさいね。いや、まあ、45分か。ちょっと頑張ろう。いいですよ、質問してください。もうこんな感じで。よいしょ。少しこのぐらいで一旦こうディティールまでいかずとも少し、僕なんかはこう濃いところとかを少し描き込むような仕事を少ししてあげたりとかします。で、形取るときはもう点点点というね、感じで、少し広がりながら、これ 3B、 さっきは 2B ステッドラー 2B を使ってました。準備不足すぎたな。消しゴムさえない消しゴムさえないな。よいしょ。ちょっと練り消ししかないので、硬い消しゴムとかでギューッとこう消してあげたり、消すというか書いてあげるようなことがあってもいいし、お腹空いたらちょっとご飯食べてるかもしれない。で少しこう土台がこうできてきて、いますけども、土台をまたこう作ってあげたりとか、したり、鉛筆もこう腹で押し当てるようにこう書いていくような線があったり、形をギュッと決めるところは輪郭線をこうギュッとこうグーッと決めてあげたりとかしてですね。ずれたね。これ例えば髪の毛にしてもこう地肌と離れてるとこと近いとこみたいなのもあるでしょ、多分ね。でそういうところもやっぱ意識してあげないといけません。すげえ楽しそうやな。ちょっと硬い鉛筆を使っていきますかね。今 F です。F を使いながら書きにくいんですよ。ここにね、目の前にカメラあるんですよ。わかる？映ってないか。映ってるか。これ目の前カメラあるでしょ。書きにくいですよ。ごめんなさいね、ほんとね。チャットがどっか行ってしまった。一人でやっとるとね。春花水木さん、こんにちはと。我が家のバックミュージックはパプリカですね、今日はね。米津が好きだそうですよ。最近米津にハマっている3歳児ということで、昨日描いたアンパンマンの絵よかったね。アンパンマンのバイキンマン描いてた絵見せたいな。平面から平面に絵に描くっていうのは楽やでっていう説を僕はいつも言うてますけども、説でも何でもないですけど、お兄ちゃんが昨日夜寝る前にずーっとバイキンマン描いてたんですよ。バイキンマン3歳にしてこんな描けんのかという、朝妻が起きてびっくりしてました。これパパ書いてないのって言って、書いてないって言って自分で一人で、僕は野球見てたよって言って、酒飲んで野球見てたよって言って、よいしょ。
弟のが先に寝たんですね。すごい休憩時間にできるから訓練します。本当そうですよ。もうなんかね、なんかめちゃくちゃこう、例えば本当手のクロッキーとか僕高校生の時にね500枚書いたっていう話をしたことあると思うんですけども、なんかこうさっきみたいな紙とかをうちのチビにも渡した紙になんか200枚セットみたいなやつで、いくらやったかな、ああいうのとかで本当にアナログの人は練習とかすればええのにななんて思ったりするし、まあなんかね、もう皆さんね、そんなもう絶対めんどくさいとか言うてやりたがらんかもしらんけど、住所出てないなちょっとだけ慎重に、住所出てないな。はい、写真。まあこれ130枚シートのこの紙とかで今チビに絵描かせてます。2枚セットで、2つセットでこれいくらやったかな、あ、2000円するか、ちょっと高いかな。でもそういうのでこうね、形取りたいな思ったら、よいしょ、本当にこう手とかを見ながらこうクロッキーをこう線でこう描きながらね、少しこう鉛筆の腹みたいに使ってぐーかっこよく線引こうかなみたいな感じでぐーっとね、ぐーっと骨があってぐーっとこうちょっと下から見上げてるような感じに今なってますけど、頭の前にカメラあるからね、ぐーっと私の眼鏡が落ちてきそう。こんな感じでこうね、1分ぐらいでできるじゃないですか。1分5分か、5分もあればできるじゃないですか。で手前のこう肉があって、でこんなんを500枚ぐらいやったんですよ、こんなんね。で後半の方なんかたくさん数書いてたらやっぱ色とかつけたくなって少し色つけ、うるさいなまあこんな感じとかね。娘が恐竜チャンネル見てます。うるさい今日も HB とかがないな。今、ちょっと F とかで少し書いていきながら、だいぶ時間を今日はロスをしているというか、皆さんの質問とかがありがたいことに多いのでたくさんお答えしていっています。で少しこういうのでこう汚れている先端使って書くような気持ちとかね、いや東京の個展とかね、僕の個展とか、いや連れて行きたいけど無理やろなーなんて言いながらね、なんかね大変ですもんね。どっちか一人ならなんか可能性としてはあるような気がするんですけどね。飛行機ももう想像しただけで羽田着いた時にもう僕ら倒れてんちゃうかっていうぐらいの、よいしょ。で少しこういう F とかになってくると先ほどの 2B とかよりもなんか透明感のある色というかですねの感じなんですね。ちょっとなかなかそこは伝わらんけど疲れてきたゴールデンウィーク何も予定ないので先生の動画で勉強できて嬉しいです。嬉しいこと言ってくれますね。130枚うちも買います。まあね、その日本の、まあこれは確か間にあそこがなんだっけまあ有名な日本のあれが代理店として入ってはったかなと思うんですけど、スケッチブック会社のですね、クロッキーの方あれ出してるとこ、有名なとこ何だっけ忘れた先週ちょっと仕事話したのに忘れた。よいしょ。少しこう押し当てるように書いたら、見えてないかもしれないですけど白い線がより強調してこう出てきたりとかですね、こすったりしたらこの線が少し消えていったりとかですね、こういう鉛筆の表情みたいなのも楽しみながらですね、いろんなを楽しみながら進められてみてもいいかなと。ちょっと慎重にいきますね。頭の上のカメラが邪魔だぜ。もうこういうとこほぼまず一発である程度まで持っていかんといかんと思うんで、ある程度まで一発で持っていけたらいいんですよね。もうちょっと
すいませんね、今質問来てるの見えてましたよ。ごめんなさいね、今ね。もうちょっとしたら答えるか待ってね。何喋ってんの。将来ウルトラマンになりたいそうなんですよ、今ね。誰かこう、どうやったらなれるか教えてやってください。チャット GPT に聞けばいいのか。将来ウルトラマンになりたい息子をどうしたらいいですかってこう今度聞いてみますね。やっぱヘイシリよりもやっぱチャット GPT のがね文章化してくれてよりいいんですよね。ヘイシリよりもヘイシリにも聞いたりするんですけどね。ヘイシリで僕なんかはこのぐらいの段階で一回こうぐーっとこう引き締めるような気持ちで、ある程度書く瞬間というのはあります。僕はそういうふうにしていってます。なかなかこう怖い怖い言うててなかなかこう進まんよりは一回一気に集中力増していくぜみたいな。でこれに対して今度ハーフトーンを少し増やしていくようなこう仕事みたいな感じでやっていったりとかします。ほんとね、ゴールデンウィーク雨降ったらもうちびおるともう大変ですよね。ほんとね。3B の鉛筆を使って書いていってました。ある程度先端がこう尖っている状態じゃないとなかなか難しいかなと思います。丸ま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 ちょっとお仕事の話だったんですけどね、ちょっとなんかズーム会議的なのやってあれなんか向こう方2人おってマスクしてたらどっちが喋ってるか分からへんねどっち喋ってんのってよいしょ。なんかこう東京とかでなんかねクロッキーを例えばやってみたりとかね、そういうのあればいいのにね。多分皆さんが見て一番僕の多分自分で言うのなんやけど驚くのクロッキーやと思います。めっちゃ早いし3、4枚は初め出だしの段階はうまくいかないですけど5枚目ぐらいからびっくりすると思います。なんかこうそういうこうねたまにやってるじゃないですか、こう教える人がおらんこうクロッキー教室とか教えはせんけど見せるということをするというのはあっても面白いなと思うんですよね。絶対クロッキーはね多分見たら昔だから鹿児島の方でそういうこう一度あってもう皆さん意気揚々とねおいそに潰したるでみたいな感じでこうかかってきはったんですけどもう最後の4ポーズぐらい全員後ろにいましたもんね初めみんなで一生懸命書いたけどねえっていう多分クロッキーは多分一番驚くんちゃうから、浪人時代にすごいやってたからモデルさんのクロッキーねだいたい最後の方皆さんなんか後ろにたむろってうわーとか言ってましたという感じでこうちょっと達筆で汚しながら書いていくようなことをしていってます。達筆もねもうちょっと先端尖ってるやつ欲しいんだけど絶対どっかあるはずなんだけどね。筆入れとかもねこんなジャラジャラ入れてるけどちゃんと整理せんからこういうのが3つぐらいあるんでどこに行くか分かりません。でちょっと達筆で書くような感じとかで、こんばんは、早速質問です。オンラインの公募展に出品予定ですが、絵に添えて200字以内のコメントが要求されています。このコメントはどの程度審査に作用するでしょうか。ご存知でしょうか。どうやろうね。審査あんまりどうなんやろな。あんまりせんと思うんですけど、そのコメントはおそらく審査もあるんですけど、その後にもしかして展覧会とかがあったりするときに、それの補佐としてこうキャプション以外になんかコメント、作者のコメントみたいなので書かれるんちゃうかなと思うんで、そこまで重要ではないとは思いますけど、やっぱちゃんと書いておいた方がいいと思いますよ。3行ぐらい、3行というかめっちゃ短くひょろっとか書かん方がやっぱりこう意気込みみたいなのが伝わってきますので、審査の先生によってはもしかしてこうそこまで読む、僕は結構読みます。
ただ僕はなんかそういうのがあった時は大体まず作品を見て、で補足として僕の場合は見たりします。ちょっとそこの辺がどうか分かりませんけども、僕はちゃんと書いておいた方が 4B のめっちゃ濃い鉛筆が今見つかりました。書いておいた方がええかなというふうに思いますよ。やっぱね、こんな適当に書いてたらこの公募展の権威が落ちるだろうみたいな感じになるかもしれんのでね。でも展覧会とかね、やるときはそういうのとか補足として F です、っていうのはありかなと思いますよね。めっちゃ元気やな。すみません、今日長くなっているのと、あれが質問にたくさん答えているせいで、なかなか進まないという現状です。鉛筆さん何とかやってますけど、やっぱね、進まないですもんね。それよりお腹が空いたんですけど、困りましたね。俳優になるというやり方もありますよ。先生5分でかけても私が1時間かかると思いますと。恐竜、俳優、丸マンです。俳優やね。俳優になるというやり方もある。どういうことだろう。山手線一周クロッキー大会とかあったら面白そう。山手線あれは今多分違法やと思いますので昔ね、僕は25年前の話で、僕の友人の王くんがやってたやつなんで、あれはね、今多分そういう盗撮的なあれになってしまって、今は多分アウトの可能性あるんで、やる人はバレないようにやられ、僕は推奨はしてませんよ。僕の友人の王くんがただやってたっていうだけの話ですから、今は盗撮とかになってしまうかもしれない。なんかでも YouTube で上がってましたね。どっか海外かなんかで書いて、それで前の人に見せたらわーって喜ばれるみたいなね。仕込みかなんかでやったらいいかもしれないね。だからね。もうなんか例えば5人とか10人とかで、じゃあ次君モデルねって、3駅モデルねって言って座ってそれをみんなで書くとかね、そういうのやったらいけるかもしれないですね。考えてみたらね。で今の時代ね、もううるさいもんね、本当ね。嫌なのね、ボソボソ言うてるのも全部入ってるでしょ、こんなこと。僕はスポーツ報知、僕じゃない、僕の友人の王くんはスポーツ報知という新聞をあれしてね、あれしましたけど、ちっちゃく折ってそれを持ちながらやってました。 2H とかちょっと使ってみますか。で細かい描写とかやっぱ硬い鉛筆が中心になりますけど、あんまり鉛筆を立てすぎたりとか、立てるっていうか筆圧を強めすぎ、筆圧のあれもやっぱりね、力というかねなんていうの、いろんなで線の方向性みたいなもんね。確かに山手線デッサンクロッキー大会、これはありですね。でも山手線じゃなくてええやんって今のやった話になりますよね。そういうのでもいいしね。そしたら今から背景し勉強します。仮面ライダーのスタッフやってたことがある。変身のポーズの時、俳優から俺は仮面ライダーなんだって気迫が伝わってきて感動したの覚えてますと。俳優を目指すってことね。ウルトラマンになる。いやー無理やろ。そんな玉じゃないと思うよ。はい、もうやりたかったやればええと思うんやけど、そういうことね。ティリ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 迫るしよっかってめっちゃ昨日歌わされました。ゲラゲラ笑ってました。そういうことね。俳優になってウルトラマンになるっていうことね。いや本人まだおると思ってるから、いやなんていうの、その特撮の世界って思ってないからね。本人はね、特撮とかっていう言葉がまだ分からんからね。スケッチでカフェの目の前の人を描くなんてどうでしょう。いつも気になってスケッチできます。いやーなかなかね、ほんと盗撮的なやつはね、今の時代うるさいですもんね。なかなかね。
まあ、海外はね意外と寛容ですよ。なんか本当にもう海外、まあ、許してくれたか分からんけど、僕は何度かやったことあって、海外とかでそれでこうその作品あげたらなんかちょっとこうサービスしてくれたり、おおめっちゃお前うまいやんけみたいなのあるけど、もう日本はねうるさいもんね。何がいつ何時起こるか分からんからね、もうめんどくさいもんね。もう嫌ですよね。よいしょ。ね、俳優になるっていうのはウルトラマンになる方法ですと。話が飛び飛びやからね、コメントとのこう時差でね、うまくいかないこともよくあります。本当俳優になるか。俳優という意味があんままだ分かってへんのな、あの人な。なんか東京いるときは結構俳優さんとかね、ああいうのを見かけたりしたことありましたけどね、田舎に行くとやっぱり地元の、地元出身というか、花輪さんとかね、お酒飲んだりしますけど、ドブロックさんとかそういうのはあるけど、そういうのって言ったら失礼な。なかなかこう超有名どころみたいなのはありませんもんね。超有名どころですね、ドブロックさんと。芸人さんは合うけどね、俳優さんには合わないって言おうとしたんです、今ね。失礼な発言があったかもしれません。よいしょ。もう12時になってしまった。ということで、前半戦今日もう一回やろうかな。こっから書くのちょっとね、書き込みね、皆さんお昼ご飯とか食べて1時ぐらいからもう一度ちょっとやるというのはいかがですかね。そういうパターンも一回切りますけどね、これね、どうなんですか。ちょっと僕も疲れてきたんで休憩したいなと思うんですけど、絵を描きながら質問に答えながらというのはなかなかお腹が空いてくるなという問題がございますけども、参加されたい人はすればいいしね、したくない人はせんかっただけの話なんで、ちょっと前半後半に分けてみてもいいのかなという感じがしますので、少しこの辺りで一回前半戦、をすみません、お腹の空きが限界に達しましたので、前半戦を終了したいと思います。また、1時か2時、1時ぐらいかな、ちょっと戻ってこれたら戻ってこようかなと思います。今日頑張って喋ったもんね、めっちゃね。すみません。ということで前半ということを終了したいと思います。1時間だな、終了。